今日はこのカワトの使い方、その場面に応じて片場両場だったりとか、どういうタイミングで使うとこう効果的に使えるのかっていうのをちょっと藤原先生のお話をちょっと伺いながら。そうね、昔からもう本当にこういうね、別の補助具として、研ぎの世界では、使われてきたりしてて、本当にカードもういろんなパターンがあったり、自分たちで買ってきて作ったやつもあったり、めちゃくちゃいいコード版とかでちゃんと手入れをしなきゃいけないカードとかいろんなものも、ね、一応やってきたんだけど、自分の業務の中で今落ち着いてるのは砥石だけでカエルを全て取る。でそれ以外で、こするとかっていう作業はもう今ゼロっていうのが現実としてはあります、でもじゃあ本を見てもらうと実際最初に書いた本とかは新聞紙載せてたりするんだよね、じゃあなぜ使わなくなったのか、でなぜどういう時に使うのかっていうのが、やっぱり分かってもらえるとすごくいいんじゃないかなとは思うんだけども、まず考え方としてポイントになるのがどれだけ削るかなんだよね。帰りを取るっていう作業は刃先についた金属を除去する時に、少なからず削って取ってることがほとんどなの、その時にあまり良くないのが金属疲労を起こしてブチって折ってしまうのが実はあまり良くない、だから少なからずすごい小さな剣まで折るのではなくちゃんと研ぎ澄ましながら三角形を作って終えるっていうのが理想と言ってもいいのかなと思うんだよね、でその中で砥石、あえて言えば新聞紙でちょっと硬めのザラザラしている皮で柔らかい皮っていう風に並べた時の研磨力で考えるといいんだよね、要するに研磨力が高ければ高いほどたくさんこするとその傷が刃物についてその切れ味になっちゃうわけなので、例えば砥石で取りますって言った時は本当にちょっとしか動かさないんだよ。1ミリぐらいしか刃物を砥石に当てて動かさない。それを表裏やることによって取ってるんだけど、なぜ1ミリなのっていうと、砥石の研磨力を考えた時に1ミリで今の目的が達成できるかも。要するに刃先を折り曲げるのではなく研いで鋭利にしながら表裏を攻めて返りが結果的に取れるっていう条件を得ようと思うと、研ぎすぎると新しく返りが生まれてくるんだよね、砥石の場合だからほんの少ししか当てないっていうのを表裏繰り返すことによって最終的には取れるっていうので今砥石を使ってる。であとは8000番で仕上げているのにもかかわらず、例えば他の補助具を使った時に何番の切れ味になってるのかもう分かんないんだよね、だから青棒とかめちゃくちゃ細かいから、そういう意味ではもう人工的な砥石を超えた切れ味が出る可能性があって、それはもう青棒の切れ味であり青棒の番手になってるって言ってもいい。裏返しで言うとじゃあこの新聞紙何番ですかって議論が出てくるわけだよね。なので8000番で研いだのに帰りを取るという目的のためにゴシゴシやってしまうと傷が深く入って実はそれはもう8000番じゃないよねっていう話になってくる。結局頑張ってやったのにそう最後の最後で違う傷つけちゃったら今までやってきたのそう意味がないよねっていうで、交番手になればなるほどちょっとその目的からずれていく、8000番フィニッシュなはずなのに新聞紙は結構荒いと思うからそのゴールがちょっとブレていくよね。何のために8000番使うんですかっていう。だから青棒もそれ自体は全く否定されるものじゃないんだけども、そのただただ切れればいいんであれば8000番とか6000番っていうのはもちろん大事かもしれないんだけども、もう青棒の仕上げに全部なってるって言ってもいいね。途中経過があまり関係なくなるって言ってもいいのかもしれないね。そう最後に何を使ったかっていうのが、最後の切れ味に決定的な影響を与えるっていうのは間違いなくて、なのでそういう概念で言うとやっぱり補助具を使った時に何番かわからないっていうところを考えると仕事として答えが導き出しにくい、そう例えば新聞紙で言うと条件変わるんだよねこれ、こういうねなんか文字がめっちゃ細かくあるのかこうやって隙間がいっぱいあるのかでも実は意外に違ったり、僕ら切れ味試す時の新聞紙とかも
やっぱり文字欄とか会社によって違うんだよね、若干。そう前能見が言ってたけど、なんかめっちゃ面白い。そうそうなんかどっかの新聞の新聞の硬いです。そうっていう話も出てきたりするから、まあ、やっぱりそういうところを業務的に考えると何で終わったかっていうそのデータ取りがきちんとできない。極論だから3万番とか研ぎました、じゃあ天然砥石仕上げました、最後これやったらこう意味なくなっちゃう可能性があるというか、これがその何してるかが分かんなかったら、そうなんだよ、ね、極論3万とか天然で仕上げたものをまた3000番のものでこすってるみたいな可能性も出る。可能性もある。そうで新聞紙とかは粗いし、で今の文字の数とかによってももう全然仕上がり方が違ったりする可能性もあるし、実際こすった後に顕微鏡で見るとしっかり傷入るからね。そう、まあ、講座にもよるんだけど、だからまあそういう意味ではやっぱり砥石という概念を逆にまあ持ってもらった方が分かりやすいのかもしれない、何番か分からない別の砥石を使ってますっていうことだよね。だからそういう意味ではやっぱり8000番だったらもう8000番で傷をちゃんとつけた状態で帰りを取って終わるっていうのが、まあ、その業務的にはやっぱりそのデータ取りとかね、その次のステップっていうことを考えた時にはやっぱり僕らはやっぱりすごく都合が良かったっていうのはあるよね。そうでやっぱり荒ければ荒いほどその気をつけていただいた方がいいのが、やっぱりその影響を受けたりとかするっていうのはあるし、さっきの帰りを新しく出してしまうケースも出てくるので、なのであまり削らないものの方がいいっていうふうに言われてる、まあ、そういうところはあるよね、補助具としては。そうだからただの木の板でこするっていうのもあったりとか、まあ、こういう革の場合もあるし、で革にまあそうやって何か研磨剤塗布する人もいらっしゃるし、まあ、新聞紙を使うケースもあるし、ただそのやっぱり例えばさっきの話砥石で取りましょうって言った時にその角度をつけてこうやって当てなきゃいけないんだけども、その角度がやっぱりもう同じ角度を常に狙って1ミリとかを動かしていくっていうのが意外にやっぱり難しいんだよね。そう狙ったところにちゃんと当てれるかって言ったら表も裏もそれをちょっとずつやっていかなきゃいけないって中で、本当に 0.1 度違うだけでも帰り取れる取れないなんて出てくるのは当然で、やっぱり当てたいところにちゃんと当てなきゃいけないっていうのは難易度がやっぱり高いんだよね。そう考えるとやっぱりこういう補助具の方がやっぱりまあある程度ちょっと回数をやったりとか、特に柔らかいたわむものの方が簡単なのは意図せずこっち側がそのクッション性で刃先に当ててくれるっていうのが、まあ、非常に大きい効果だよね。だからまあ一番最初に書いた包丁と砥石大全っていう本だとやっぱりどちらかっていうとあんまりまあその料理人さんに向けたというよりは一般的な人たちに向けた書き方をしたから、まあ、そっちはやっぱり新聞紙で帰りを取りましょうって載せたのは、それはやっぱり今の取り方って、ね、僕が言ってるその砥石で取るっていう取り方が難易度がかなり高いからっていうのはまああるよね。ただやっぱりねそこら辺でそのなんて言ったらいいのか、技術的にもうちょっと向上したいとか、やっぱりそういうきちんとその自分の技術を測りたいっていう方はやっぱりまあ補助具を使うっていうのをやっぱり少しやめていただいた方が、やっぱりちゃんと砥石で取るっていうことを訓練された方がやっぱりまあいいんじゃないかなって気はするし、逆に言えば別にそこまでこだわってないんですっていう方は大いに使ってもらった方がいいし、そうで特に仕上げ砥石かけずに例えば1000番で終わりますとかっていう1000番から3000番ぐらいのフィニッシュですっていう場合は新聞紙で傷入れるのめちゃくちゃ綺麗ですよね。いやなんかそう思いました。だからなんか使うんだったらもう高くても細かくても3000ぐらいで止めて、まあ、できるだけ薄くしたところに対して刃先だけこれでこう傷入れるみたいなのであれば結構使い方としてはいいのかなと思ったんですけど、せっかく頑張ってめっちゃ時間かけて8000とか天然まで持ってってこれやるのはなんか本末転倒というか、そのあまり意味がなくなってしまう可能性があるのかなっていう。そうだからまあねその帰りを取ってるんですっていう概念でなんかまあ思ってらっしゃる方も多いんだろうけども、僕らからすると砥石だよっていうイメージの方が強いかな。その帰りを取るのが難しいっていうのは多分そのレベル感が多分普通の人だとその藤原さんが言うと多分台形に近い状態になってると思うんですよね。その帰りそうだね、その僕らが研いでこう、まあ、めっちゃザラザラするじゃないですか。でそれをまあ取ると場合によってはその金属片がポロッと落ちるのが見えると思うんですけど、まあ、それで取れたと思って、まあ、取れてはいるんですけど、
それが藤谷さんの中では鋭利ではなくて、そう台形になっちゃう台形、その上のトップのその三角形の部分がポロッと落ちてるっていう意味で、それを完璧に三角形にするには難易度が高いということです。そうだね。そういう時にはこういう補助具でずっとやってると、とりあえずまた三角形に戻せるっていうメリットもあったりする可能性はあるよね。だからその補助具ありでって考えた場合には、もうそれこそ新聞紙にダイヤモンドの粉巻いてずっとやってたら、どんな補助具でもめっちゃ鋭利にできるから、それこそ100均の筒切りの時やってたじゃん、だからもうあれをやったら究極何でも切れるようにできるよね、そうだからテクニック的にはその切れればいいんだったら何でもいける。ただゴールの問題だよね。どういう技術を身につけたいのか。そうするとやっぱりね、その技術が足らないんだったらやっぱり、あくまでも言葉としてもやっぱり補助っていう言葉を使ったけど、補助具っていうのはやっぱり足らない技術をやっぱり補完するものとしては優秀だけども、やっぱり目的としてはやっぱりその砥石で研ぐというところの一定水準をやっぱりね超えて技術を磨きたいっていう風になっていけばいくほどやっぱり使わない方がいいのかなっていう。だからステージによってね、使う使わないっていうのは変わってっていいと思うし、別にねこれが否定されるものでは全くないし、ね、うまくいかなかったって思うんだったらもういきなりもうこれでこすっちゃった方が、ね、結果奥さん超綺麗って喜んでくれる可能性ももちろんあり得るし、っていうのはもうあるよね。であともう一つこれを使わなくなった理由が、やっぱ傷の方向性が横にしか動かせないんだよね。縦方向にやろうと思うと切っちゃったりとか、うまくできなかったり傷つけちゃったりするっていう、そういう問題もあって、だからやっぱりこう横にしたら完全にその垂直方向にやっぱり傷がつくっていうのは間違いなくて、表裏垂直方向に傷つけた方がめちゃくちゃやっぱり切れ込み方はいいので、なので砥石でもやっぱり横向けて表裏研ぐっていうのはものすごい切れ込みの良さっていうのは感じてて、すっげえ切れるっていう感覚はあるんだけども、その味の良さとイコールですかっていうとまたちょっと違ってくるんだよね。その場合砥石の場合は縦研ぎもできるし横にでもできるんだけど、こういうものに関して言うとやっぱり傷の方向性はちょっと垂直方向に表裏入れざるを得ないかなっていうのはやっぱある。カミソリぐらいだとね、包丁でもできないことはないんだけど、カミソリとかはやっぱりその V の字で傷の方向性変えてこうやるとかいろいろあったりもするんだけどね。やっぱりもうカミソリの研究とかやってた時はもう毎日のように顕微鏡でその V の字とか8の字研ぎとかってあるんだよ。そういうのをいろいろやって顕微鏡で見て実際沿ってとかっていろいろやってたけど、いやもう個人的にはやっぱ傷は揃えた方がいいかな。そのアランダムにつけるよりは目的を持ってつけた方がいい、っていうのはあるかなと思うね。そのぐちゃぐちゃについてるよりは横でも縦でもいいからある程度規則正しくつけた方がいいかなと思うね。そこら辺も難しいよね。片刃と両刃だったらどうですか？そうだね、やっぱり片刃の裏はかなり怖いよね。その沈み込みがあるものでやってしまった場合、必ずやっぱりその片刃の裏側、裏押しをした時にできた裏刃が両刃にどんどんなっていく可能性があるから、次砥石で研いだ時にもう刃先砥石に当たらなくなってくるからね。そういう意味ではもう本当にやっていけばいくほどどんどんもう修正が効かなくなって壊れていくっていう方向に行ってしまう可能性が高いんで、そこら辺はちょっとね自己判断で気をつけて、だから個人的には片刃は表はやってもいいけど裏はあまりやらない方がいいんじゃないかなと思う。その瞬間切れるようになるかもしれないですけど、それを数年続けたら両刃にどんどん近づいていくというか、その角度がどんどん大きくなってきたというか丸くなってきた時の直しが個人だとそれを無理やりフラットにすることは砥石に当て続ければできるけど、幅がめちゃくちゃ広がっちゃってますね。裏がめっちゃ広がるか、そこの両刃になってたところがなかったぐらい表から研ぎ減らすかどっちかだよね。だからやっぱりね、その沈み込むものっていうのはやっぱり、その和包丁の構成要素上平らな砥石でしか研げないように作ってあるんだよね。そうです。基本的には。なんかこれを多分使うとすると絶対こうまっすぐには研がないじゃないですか、その片刃だったとしても砥石みたいに多分絶対立てちゃうと思う。立てなかったとしてもやっぱりそのクッション性が高いんだよね。
そうまあそうなんですけど、でもこれを使う人は絶対そんな慎重に使わないんで、なるほどね絶対立てるじゃないですか。パッ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 ってやっちゃうってことはい。なるほどそうすると原理としてもう多分先ほどもお話しされてましたけど、普通に砥石の上で立てて研いでるのとまあ同じじゃないですか。って考えるとちょっと怖さはありますね。怖さっていうかまあそういうことと一緒だよっていう感じですよね。まあ、破壊行為に近くなっちゃうからね、まあ、やっぱりなかなか直せないし直すのにもお金がかかってくる、ね、裏側の修正っていうのはちょっと聖域に近いから、まあ、そういうちょっと大変さはあるので、まあ、よくよくね理解した上でやっていただくっていうのはとても大事かなと思って、でまあ、個人的にはもう今は、ね、さっきの理屈でまあ使わないけど、でもね、まあ、理解した上で使う上ではやっぱりね全然悪いものじゃないし、本当に1000番から3000番ぐらいで、ね、仕上げたやつ新聞紙でこするなんてめちゃくちゃ切れ味出すの簡単だし、ね、それはそれで一つの技法であったりもするから、めちゃくちゃいろいろ試したよね。ガラスの上に研磨剤やってこすったりとか、いろんな方法はあっていろんな切れ味の出し方はあるのも事実で、なんていうんだろう、理屈が分からずに、まあ、誰かがやってるからとか、ね、どこかで聞いたからっていうのでやってしまってちょっと後悔してしまう結果になるっていう可能性もゼロじゃない道具なので、ね、そこら辺は理解した上で、まあ、とりあえず両刃は推奨で、両刃でもまああまり工番手で仕上げてないものに関してはまあ使ってもらってもいいんじゃないかなと思うんだけども、3000ぐらいまでって感じですかね、感覚的に。まあ昔めちゃくちゃいろいろ試したのがジャンプがいいのかサンデーがいいのかとかそんなのもやってたりとか、ツルツルの光沢紙のやつとかではあっちの方がやっぱり仕上がりはいいよね。その仕上げっぽい仕上がりにし、だからまあその家にあるなんだろうチラシとか紙とかで試してもらっても全然いいと思う。そんなのでも一応そのね研磨力がゼロではないから、その研いだりね、取ったり研ぐっていう効果は少なからずやっぱりあるから、そういうのをね何もないって言ってもまあ紙ぐらいは多分あると思うんで、そういうのをなんか雑誌丸めてなんかこうやるみたいのは一番最初になんかおじさんに教わるような、家にある雑誌とかをこう筒状にしてこう棒みたいにして研ぎ棒みたいにしてやるみたいなか、ジーパンとか前掛けみたいなやつをピッと貼ってちょっとたわませてやるみたいな。あれもね僕も昔はやってたね。前掛けですごくやってたけど、やっぱりでもその意外に長切れしないんだよね。その結果的にだよ、その同じ角度だと思っててもたわんでるじゃない、そうするとそれで研磨力が少なからずあるから、実は思ってる以上にかなり鈍角に貼っつけてるんだよね。そうだからそこら辺が意外にまあ落とし穴で、あれでやるとその時の瞬間的には消えるんだけど、さっきの話長切れしないって落とし穴に陥るから、だから個人的にはやっぱりこういう持ってとかじゃなく固定されたところでできる限りまあ狙った角度と同じ角度にやっぱり動かしていただくっていう、下がちょっと硬めの方がやっぱりおすすめかなと思うね。テーブルの上とかそう逃げてるとより意図せずより丸くなる可能性あるから。でもカーブが強いのって結構素人の人やるの難しい。そんなことないのかな。こうカーブに合わせてこうやらないと難しいです。まあそういうことだね。まあまあちょっとやったらできるようになると思うけどね、それぐらいだったら。ただまあ筒状のやつに対してカーブの方がなんかまあより難しいような気もするしね。まあただその難しければ重ねればいい。その新聞紙の数が少なければこの平ら感が強くて、同じ角度に合わせなきゃいけないって難易度が上がるけど、その厚みがあればあるほどクッション性が高くて紙側が合わせてくれる、その包容力が上がるから、そっちでやっぱりねちょっと数でもまあ調整することはできなくはないよね。ただまあたわみが強ければ強いほどどんどん鈍角になっていくのは必然だからね。そう削れないもので後から鈍角に上書きしたら刃先も鋭利じゃないと思う、それがちょっと一番危惧される部分じゃないかな。そうだから少なからずやっぱり布系とかよりはやっぱり研磨力がもう少しあるものでやってもらった方がいいんじゃないかなっていうのは個人的には思うね。もともとやっぱりカミソリ用に考えられたやり方だったりするからね。だからまあカミソリとかでなんだろう、まあ、一人剃った後にやっぱり若干刃落ちるのよ。その時に削りすぎると形が変わるわけだから、絶妙に形は変わらないけど、その一人分の使った後の刃を復活させるっていう意図としては皮度がちょうど良かったって感じだよね。仕上げ砥石なんだよあれ、言うなれば。
だから、ピッピに研いだカミソリ、フラットなやつを若干束の革戸でやっていくことによって、どんどん刃先が鈍角になって、それが、ちょっとずつ減ってくるっていう形で、長切れするっていうか、長切れというよりはアタッチメントで常にリカバーしていく道具だよね。で、刃が絶対に丸くなる。これはもう実験でも僕らも何回もやったから分かってるんだけど、やっぱり革戸使うと刃丸くなるんだよね。で、それをまた硬い砥石とかでフラットに戻す、研ぎ直して、でそこからまた革戸を使うっていう、そうだから丸くしながらちょっとずつ研ぎ減らしていってるっていうか、たわんでると絶対に刃物の刃先に当たってくれるから、それで研ぎやすくしてるっていうものなんだよね。だからそれだけに依存できるものでは決してない。何かでリセットしないといけないっていう概念はとても大事だね。そのリセットする道具が砥石であり、でその砥石でリセットできないようにやっぱり形を変えちゃうと、後から大変ですよっていうことだから、そこは気をつけてもらうといいかなと思うね。いろいろね、買って試してみるのも面白いし、僕ももうめちゃくちゃ持ってたいっぱい眠ってるよ。それこそ海外のやつとかも取り寄せて使ってたりしたからね。ただの木のブロックとかね、ここがツルツルにし合ってそこでカミソリやるんだっていうので、どちらかというと、包丁ももちろんなんだけど、その時はカミソリにハマってる時は特にやってたね。カミソリめっちゃ楽しかった。風呂場で自分で答え合わせするわけだけどさ、もう風呂場から出てきたらもうなんか血だらけになってる難しいんだよ本当に。なんかこう寄せて反らなきゃいけないとかさ、左手で皮膚をやっぱり引っ張って反りやすくするとか、たわみがあるとやっぱあれですもんね。そうだし、どっかで左手で今度反らなきゃいけないタイミングが出てくるような感じのところも出てくるからさ、でもどっちに動かすんだっけとか思ってたらもうあーみたいな、いたーみたいになる時もあるからね。伸ばそうとしてる。そう面白い。そういうのをね、ハマってやってた中でやっぱりこういうね、補助具はいっぱい実験したんだけど、カミソリ、両刃系のものは非常にいいと思うんですけど、片刃はあんまりおすすめはしないから、長い目で見て修理とかっていう面も加味した時にはやっぱ自分で手が加えられなくなる可能性が出てきちゃうっていう意味でやっぱやめた方がいいっていうのはですね、その瞬間はいいかもしれないですけどね、両刃は直しが効くんで、自分でもう一回リセットができるんで、ということでございます。ということでした